昭和55年6月中旬、2回目の来日。帰国した時に梅が咲き終わってまだ寒かったです。今回の伊丹空港は少し蒸し暑く、空気中の公害の匂いに気づきました。学校の若い20歳前後のドライバーが迎えに来てくれて、大阪市内へ猛スピードで走って行きました。私の住まいとなるアパートへ行く途中、彼が比較的に安い牛丼屋さんに泊まってそこで少し食べました。学校が最初に提案したマンションは5万5千円の家賃のところでしたが、18万円の月給から考えて、より安い住まいを頼みました。その結果、2万円までの場所を探してくれました。アパートに着いた時に驚きました。建物の1階はスナックで、とても細い急な階段を登って上には私の4畳半のアパートがありました。押し入れもないし、ステンレス製の流し台の横には幅狭い棚があり、トイレは和式で上にあるタンクから流すための鎖がブラブラと伸びてました。学校のドライバーに先頭の場所を聞いたら、彼が案内してくれました。歩いて3分ほどの場所にありました。彼は違法駐車をしていたため、先頭前に下ろして去っていきました。来るときに走った安倍の筋には様々な店があったので、その道を歩き、洗面器、タオルなどを売っている店を探しました。昔風の雑貨屋さんを見つけ、すぐにいる必要品を買いました。その夜はホームステイ中の行員の家に泊まった時の戦闘経験が助かりました。早起きの私は翌朝、新しい住まいの周辺を歩いてみました。先日、あれだけの人々が動き回ってた数字には誰もいなかったことに驚きました。アパートに戻ってしばらくしてから初出勤の服に着替えました。ハワイから自分のベストのアロハシャツと普通の茶色ズボンと革靴で学校に向かって行きました。お腹はとても空いてたので途中に空いてた喫茶店に立ち寄りました。店前にはハムサンドのワックス模型があり、メニューにはハムサンドが書いてあったため、それを注文しました。噛みついてから慌てて一杯の水を一口で飲みました。からしがどさっと塗られてました。連続の驚きの一つでした。9時出勤の学校には多分8時過ぎに着きました。しばらく待ってから事務員が学校を開けに来ました。学校を開けてから彼女は机や椅子を吹き出しました。手伝いますと言ったところ彼女はいいえ大丈夫ですと答えたにもかかわらず私は雑巾を持って教室の机を拭いておきますと言って2人しか入れない広さのパーティションでできた部屋の椅子机を拭きました。9時少し過ぎに経営者が出社しました。挨拶を済ませてから彼は学校が利用する教材を見せてくれました。10時頃になってから彼は学校の近くのステーションデパートに連れて行ってくれました。そこで彼は私にワイシャツとネクタイを買ってくれました。その理由を聞いたときにさらに驚きました。日本ではヤクザやチンピラがアロハシャツを着るらしく、私のアロハシャツ姿は生徒を怖がらせるらしい。学校に戻ってから他の先生が出勤していましたことに気づきました。合計3人だけでした。私より2年年下の先生と60歳代のご夫婦。彼らと話したら私は4人目と分かりました。その学校は本校以外に2カ所にも学校があり、4人ではとても不可能だと思いました。若い先生が大勢のパートがいますと教えてくれました。夕方には先生が続々現れました。私の最初の生徒たちの顔を遠くに忘れましたが、45分の個人レッスンを5分間の入れ替え連続を覚えてます。次回は当時の英会話産業の競争激しい現実と過労産業について語ります。驚くと思います。お楽しみに。